こんばんは。じゃあ山チャンネルです。こんばんは。ということで今日は山田涼介年表。ちょっと中村がいないんですけど。いいですか。やめろ。いいのよ。この写真なんですよ。いいですか。何ですか。手合わせなくて。いいのよ。さっきまでいたから。僕の年表っすよね。そう。いやでもそんなに正直詳しくわからない。デビューするまでだからなんとなくは覚えてるでしょ。デビューするまでの年表ですか。デビューはゴールです。デビューは何年2007年ですね。僕は僕は2004年に入りました。数字書くんですか。だから年表だからそれやってるじゃん。こっちからじゃないですか。こっちからだった。そうなんです。生まれた時から出ますけどね。デビューするまで。あ、俺の年マジで。山田じゃん。表？あ、そういうことっすか。入ってからじゃなくてってことっすか。そうだよ。違いますよ。なんだ、1993年生まれです僕。なんで知らないやつの年表組もうとするんですか。山田君の年表ですか。5月5 9月日。の誕生。いいもうそれそうで、これなんか違うけど逆な気がします。逆だったらちなみに。そっちにする。こっちの方が濃いな。爆誕っすね。爆誕だなそれは。山田ですけど爆誕しました。俺、思い出のね。歩くのめっちゃ早かったらしいんですよね。歩き出しが信じられないぐらい早かったらしくて。大体1年ぐらいっていうもんね。1年でもなかなか。前にあ、それは早いと思う多分。早い。運動神経はそっから来てる。そそして足に負担かけちゃう。そしたらちっちゃくなっちゃったお前よくないよマジで。サッカーやってサッカーが小学3年生とかで始めてるんで、じゃあ2001年とかそっか。本当に言いたくないですけどバカの書き方。でもさ、サッカーもすごい感じで書いてよ。サッカー始めて1年ちょっととかでそのセレクションを受けに行ったんですよ。始めてるから結構うまかったです。セレクションって500人ぐらい来るんですよ。そこでなんか10人ぐらいずつチームをこう振り分けられてミニゲームみたいな感じで、僕特筆して別に点を取ったわけでもないし何をしたわけでもないんですけど、その中の10人ぐらいの中に入っちゃって500のうちの、すごっ。ゴール前でただずっとってただけなんですよ。顔サイ顔じゃないだから多分見てるのってそのプレーじゃないんじゃないかなと思って。顔じゃない。顔じゃない顔じゃない俯瞰で見てるのかとか、客観視。そうこのコートをどう見てるかっていうところなのかなっていう。で受かるわけでしょ。わかりました。ベルマーレです。自分は平塚です。ユースも2年に1回か1年に1回かはい。あるんですよ、オーディションが。まだ残れるかみたいな。それに2年ぐらい残って2004年ぐらいまでサッカーをやってました。サッカー選手になるの夢だったんですか。そう夢だね。でここからベルマーレユースと地元のサッカークラブ入ってやってて、両方行ってたんですか。もうこの時から3、4ずっとサッカーをやってでその頃は、そのジャニーズ事務所って存在知ってたんですか。知らなかったです。そう正直だからキンキキッズしか知らなかったです。正解です。クイズ正解ですね。正解です。で2004年ここで山田涼介爆誕っす。一回生まれてます。生まれてる。何言ってんの。第2位の山田涼介が爆誕します。第2位のジャニーズです。ここであ、ジャニーズ初公開オーディションになりました。僕正解。おかしいですよ。いやー令和一見てられないクイズだよ。やーっていう番組。正解。なんで入ったんですか。よくあるその姉と母が勝手に履歴書を送って俺らみたいな自分で送ったやつが一番離れてたパターンが入ったんですよ。プロって自分の自分で送ってます。
なんで嵐が好きだから。あ、そっかそっかそっか。同期はフッカーそうなんですよ。フッカーそうっす。あべちゃん。フッカーって呼ばせる人結構初めて見ますよ。フッカーでし俺フッカーです。ちょっとこれ見てる多分スノーマンのファンでフッカーって呼んでる人少ないと思います。ょ。この頃からのファンの人だけ多分フッカー。ああ、なるほど。コメント欄ちょっと荒れそうっすね。ハッシーですね。ハッシーフッカーって呼ばれてました。ハッシーがいるからやっぱフッカーなんで、ハッシーって ABC の ABC です。はい。結構覚えてたね、ハッシー。年長いですよ。出た時はもうフッカーハッシーがやっぱりドーンって出ました。最初の仕事、中丸はすごいエリートだってんね。そのまま連れてかれたみたいなこそのパターンの人たちですか。ここはそうですね。あと僕もエリートでした。デビューにかかった年数で言うとそんな俺と山田君変わんないですか。変わんないかもね。 4年ぐらいです。一番最初なんですか。いやいやいや、公開オーディションじゃないですか。と。もうテレビ出てるんですよ、オーディションで。まあ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 。その後の話。その後でサマリーかなんかですよ。サマリーもオーディションやってるんだよ。オーディション生として出てるんですよ。ふるいにかけられまくってるじゃないですか。だからどこまでがしかもずっと番号つけて出てるんで、どこからが仕事なんだろう。番号なんて秒で取られましたよ。マジで。初めての取材は覚えて、お願い覚えて。お願い、もうそれで終わっちゃう年表。ウィンカかデュエット。大体それがそのオーディション入ってその何ヶ月とか何週間とか1年ぐらいじゃないですか。2005 5年。年だ2005年とかに出たはずです僕。2005年時代と知りたいの。2004年から2006年に飛んじゃうのよ、ウィキペディアでさえ。骨折したんですよ僕、当時の、ジュニアをこう総括して、はいマネージャーさんに電話したら来なくていいよって言われて、でそっから呼ばれなくなっちゃったんですよ。もうだから書いてないんです多分。一回も仕事がなかった。じゃあ何で呼ばれるんですか。代打。あ、そういえばあいついたなみたいな。代打涼介。代打涼介でいなくなったジュニアたちの代打みたいなんで、ブワーって何人か呼ばれた中の一人だった。それで見つかったんですか、山田涼介は。いたんだなってなったんだ多分ね。はい。でキティジュニアっていうのを組んでますよね。あ、でもめっちゃ覚えてます。俺今日本と一緒ですよ僕。はい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 。キティジュニアのその5人で活動してた時期相当短いと思うんです。一瞬知念君入ってるの覚えてますよ。その時の知念君はどうなんですか。もう優等生ジュニアなんですか。エリートというか、もう入った時には服部君だったから。高校生来ましたもんね。服部君ほら会見でリーダーが好きだって大野君に憧れてますみたいなこと言って。で俺が知念と出会うのはこれまさかの中丸君と同タイミングで出会ってて、中丸君とジュニアでカレンダー取るよっていう時に中丸君と知念と初めましてをしてる。へそうじゃあもう中丸君と知念君同期みたいなもんだ。ほぼ同期。ほぼ同期だ。で何で山田君の蜜がキティジュニアになったんですか。僕が家庭学園聞いてたのっていつですか。逆にいつですか。これチャンスです。初めてのドラマですか。そうか。だからね、2005年に何かが何絶か絶対あった。対に起きてるの。 2005年です。家庭学園聞いてた。いや、6年です。マジ最低。何ですか。なんなのマジでこの人。なんかで見つかってなきゃやっぱドラマ出そうってならないですから。僕が見つかったというか、ここの関ジャニ∞のライブかな、確か外周でジュニアで踊ってたんですよ。推理してる推理してる。それをメリーさんが見つけてくれたんですよ、僕確か。メリーさん見つけパターンだ。そう。すげえ。だから2005年にそれがある。これが2005年かもしれないです。うちのおばあちゃんに見つかるんだよ。見つかって、そっからっすね、なんかこう前にこう出れるようになってきたというか。滝沢君がなんか山田いいなみたいに言ってたって聞いたことありますよ。これはメリーさんが最初に見つけて、その後に前に出れるようになって、タッキーが見つけ、あの子と一緒に2人で舞台で踊りたいって言ってくれたんですよ。何それ。なんでそれ忘れてんの。いや忘れてましたよね。忘れてたよね。完全忘れて、それは認めましょう。忘れてましたよね。忘れてましたそうだからここでやっぱ2005年にタッキーー隠れんぼみたいに言ってる。タッキーに認識されるってこと。踊る。ここでアンダルシアを2人きりで踊ったんですよ。でもさ、待って、2004年入って1年でアンダルシア踊るってちょっとエグいよね。優等生は優等生なんですよやっぱ。そうね。
2006年初めてそこでドラマに出ます。探偵学園9書いてください。探偵学園9いけるかな。9。やってきました。ここでじゃあ2年だまだ。こっから僕はもう完璧になんか自分が伸びたなって感じたんですよ。そのドラマからこれからジュニアでもグイグイ前に出れるようになったというか、もうここで明確にでも2007年でももっとドラマなんていうことでも平成セブンができました。ようやく出てきた記憶になった。セブンって2007年のセブンだったんだ。そうその流れでなんかバレーボールの CM を取りに行くことになり、取りに行ったら10人になったんですよね。平成セブンでデビューしてる CD 出しま出しますす。俺2回デビューしてる人がこの人。期間限定デビューみたいなやつだったんですよ。なんなら僕 NIC でもデビューして3回デビューしてます。3回デビューしてる。あ、でもここでデビューしてるからもうここまでだ。そうなんです。楽しかったですね。こっからはじゃあ覚えてます、さすがに。ここからはい覚えてます。デビュー日は平成ジャンプの。 11月10日です。はいはいはい、大丈夫ですね。いや中村君だけなんですよ、わかんない。 NYC ボーイズは何年にデビューしたの覚えてます？ボーイズです、最初覚えてます。そこには。覚えてる？何年かは覚えてますよ。なんで天才？それが風磨に一番最初のデビューでしょ。あ、そっか。はい。しかもその後簡単に外されてる。2009年とかじゃないはいはいはい、あ、素晴らしい素晴らしい。合ってますね合ってます合ってます。で、左目探偵はいが16歳ですね。で NYC としてその年2010年に、その年か、そっか。そっからはもうもう今の僕ですね。さてちょっと怖かったですね。1ポンドの復元率です。 1ポンドの復元っていつだ？2008年ですね。あ、デビューした次の日だ。次の日。次の年だ。めちゃくちゃだもん。めちゃくちゃです。漢字も何もかも。え、どこが違う？これ違う？平成セブンに関してはその JJ エキスプレスっていうチームがジュニアの頃あったんですよ。で僕はそこに所属してなかったんですけど、まあ、ほとんどがそのメンバー。有岡、高木、中島。1年はまあイレギュラーな形でこう静岡から東京に上京してきてエリートみたいな感じで入って、僕はもうこう完全に探偵学級があって行けたって感じですね。ジャンプでデビューするってなった時なんて言われてんの？ジャニーさんに。ジュニアでライブをやってた時に10人がその横浜アリーナの別室に呼ばれて何も言われずに新しい曲をこの10人で踊ってみたいな感じあ、デビューと言われずにね。はい、でそこで振り付けを覚えて、でまた別日に NHK に10人が呼ばれてジャニーさんがいて、俺たちは今日から平成ジャンプだよって漢字で書かれてダサって思ってそれ見に漢字だったんです最初で嫌だってなってローマ字になりました。いやだからね、嫌だありだったんだ。セクシーゾーンこれ下手したら嫌だって言ってたらユニット名変わってましたよね。セクシーゾーンいいじゃん別に。年号をね入れるとちょっと怖いな。ちょっと怖かった。やっぱ令和になった瞬間もやっぱドキドキしましたし、実際僕らいやもうそんなレベルじゃないな、こっちの時々な。ほとんど覚えてない人生だもん。怖いっすね。なんとまあまあキーの2000本忘れてますね。そうですね。全部覚えてましたよ。覚えてる。驚いてます話すの。やろう、俺。アニメさんやりましょう。覚えてるかな、アニメさん。